どうも日本語で喋りましょうの岡戸と木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は初デートについて話していきます。はい。で、デートアプリを運営してる会社がしたアンケートがあるんで、それを見ながらね、日本人は初デートの時に例えば何をするのかとか、初デートの時に何に気をつけた方がいいのかとかについて話していきます。いいトピックだね。で、まずは初デートに日本人は何をするかっていうところなんだけど、意外と一番人気だったのは映画館で映画を見るなんだよね。なるほど。結構さ、映画に行っちゃったらさ、お互いに話せないからさ、人気ないのかなと思ったけど、結構人気があるんだよね。それが逆にいいんじゃない？わかんないけど、話さないで、とりあえずまず一緒に過ごすみたいな。ああ、そうかそうか。最初やっぱ緊張するからあんまり話せないしみたいな。そうそうそう。だから、ウォームアップがてら、映画を見て、で、まあ、その映画のね、感想とかでさ、お互いの気が合う合わないが分かったりとかもするかもしれんしさ。木村だったら初デートにさ、映画館行きたいって思う？ありだと思う。うん。ああ。じゃあもしさ、初デート行くってなったらさ、どんな映画見たい？みんながこう、結構感動するような感じの映画。ベタな映画でもいいと思うし。うんうんううん。ん。なるほどね。そうね。じゃあ結構攻めた映画じゃなくて、まあ人気がある感動的な映画っていう感じ。そう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 。だからジブリとかいいんじゃない？わかんないけど。あ、確かにジブリはそうだね。ジブリとか当たり障りないと思うしさ。うん、そうね。うん。みんな好きだし。で、次に人気だったのが、初デートの時におしゃれなところで外食する。うんうんうん。うん、これは結構さ、日本だけじゃなくていろんな国で多分一般的だよね。そうね。間違いない。うん。うんうん。おしゃれなところで外食って言ったら、例えばどんなレストランに木村だったら行く？おしゃれなレストランって言ったら、まあちょあっと、なんだろうね。居酒屋じゃなくて、居酒屋ってすごいあ、さ、賑わっててさ、人がいっぱいいて、そうね。そういう雰囲気じゃなくて、ちょっともっと個別の空間がある感じ。うんうんうん。そうね。もうん。っと静かでね、話せそうそう。るところがいいよね。そうね。で、結構若い人はさ、初デートに居酒屋とかも行ったりする気がするんだけどさ、どううん。居酒屋に初デートっていいと思う？俺はありだと思う、全然。ああ、ああ、なるうん。ほどね。それはなんで？結局、ね、居酒屋も好きなのであれば、うん。そういうとこも遅から早から連れて行かなきゃいけないと思うし、だったら、もううんうん。しょっぱなから連れてってもいいんじゃないと思う。確かに、その飾ってない自分をこう見せることができるよね。そう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 。で、次に人気だったことは、公園でなんかアクティブな活動をする。例えば、公園でピクニックしたりとか、まあ、バドミントンとかしたりするのかなが人気らしい。いいじゃん、いいじゃん。ね、これも結構ね、日本だけじゃなくてね、世界中いろんなところでありそうなデートだよね。そうね。うん。で、時期によっては花見とかもできるからさ、それもできたらね、結構いいよね。そうね。そういう、なんだろうな。空間って、まあまたおしゃれな空間とはまた違うけどさ、ゆっうん、くりこう話すことができるから、おうん、うん、互いのことよく知れると思うよね。うん、うん。確かにうん。それはあるね。でさ、このトップ3は映画、まあ、おしゃれなところで外食うん。と公園に行くなんだけど、まあ、このうん。中から選んでもいいし、他のアクティビティでもいいんだけど、木村だったら初デートにこれしたいっていう理想のデートはある？うん、そうね。おしゃれな空間でなくてもいいんだけど、うん。外食はしたいな。うん。食べながら、美味しいものを食べながら話すっていうのは、うん。俺は絶対したいなと思うね。
うんうんうん。なるほどなるほど。じゃあ映画うん。とか見るよりやっぱりそこで話せるからそこが大事だと思映画は、俺だったら2回目とか、でう。うん。それこそ1回目ご飯食べてる時に、いうん。ろんな話する中で、うん。映画の話するかもしれないし。そうね、そうね。確かに最初に外食行って次に二人でしたいことをそこで決めるってのも確かにいいね。で、このアンケートに初デートでがっかりしたことは何ですかっていう質問もあって、それもちょっと紹介するね。はい。で、一番がっかりしたってのはうん。ノープラン。もう何も決めないでただ会うってことだけ決めてデートする。これはね、みんなやっぱりがっかりするみたい。そうだね。そうね。なんかね、ノープランでデート行くってめちゃめちゃ怖いけどね。もうじゃあただ待ち合わせだけして、うん。そこからもう行き当たりばったりってことだよね。そうね。いや、これノーは本当に日プランで。本だけじゃなくてね、どの国でも多分ノープランでデートに行くのはダメだよね、基本ね。普通に俺友達と会うでも、プランを立てるよ。確かに、ノープうん。ランで会うって、会うだけ決めるってすごいね。そうだよね。うん。うん。まあけどそういう人もいるんだね。へえ。うん。それがっかりだわ、ちょっと。うん。ねえ。で、次にみんなががっかりしたって言ってるのは、その来た人、女の子も男の子も服装がダサい。あそう、例えばあ。うさ、ん。仕事でさ、知り合った人で普段スーツ着てますとかだったらさ、休みの日に会ってめちゃめちゃダサい服装でデートに来るっていう場合もあるからさ、それでがっかりする人多いんじゃない？そういうことか。そうね。普うん。段ね、わかんないもんね、スーツ着てるってね。全然わかんない。スーツ着てたらなんかかっこいいけど、私服でもうめっちゃダサかったらめちゃめちゃかっこ悪く見えるよね。そうもうじゃあいっそ、もうスーツでそのままデートも来てくださいって感じになっちゃうね。逆にどう木村はさ、まあ、デート行くってなって、まあ、デートじゃなくてもいいよ、友達と会ってで、例えば普段仕事とかで会ってるとか、例えば学校の友達で私服で会った時にめっちゃダサいなって思った経験ある？ちょっとさ、いや、今、ないな。今、ここ最近でそう感じた人、そういう、なんだ、めっちゃダサいなって思う格好をした人に、あんま会ったことないなって俺は思って、今。うんうんうん。うんうん。なるほど。自分はそうなんだろ思われてる可能性はない？う。もう30だけど、半ズうんボン履いてるし、若ぶってるな、みたいな。うんうんうん。うん、どうだろうな。確かにね。うん、大人の半ズボンはダサいって思う人も一定数いるかもしれないからね。一定数、そうね。まあ、似合ってるか似合ってないかが多分大事だと思うけど。そうね。似合ってればもう何でも OK だよ。何でも OK だと思う。うん。で、次にがっかりしたってみんなが言ってるのは、割り勘。支払いが割り勘。あうん。やっぱり女の子あ、なるほはどね。デートに誘われたら、男の子が、例えばレストランに行ったらお金払ってくれるでしょってちょっと期待してる部分はあると思これでも難しいよね。う。うん、そうね。それって、もうね、だって、1990年代とかじゃないしさ、うん、みんな共働きっていうかさ、普通にうん、働いてるし、バリバリ。うん、うん。で、人によってみんなデートでお金を払うか払わないかって、なんだろうな、意見あるからさ、全く知らない人と初デートってなっうん、たら、ちょっと考えなきゃいけないと思う。自分が払うか払わないうん、か。ね。で、うん、うまあ、ん、もうある程度もうだいぶ知ってる人だったらね、うん、なんだろう、その割り勘っていう提案をすることでがっかりされるってことはあんまないと思う。うん。確かにね、もともとの知り合いだったらそこまでショックじゃないかもね。うん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 。うん。と、木村は初デートはやっぱり払わなきゃなって思う？いや、そんなことはないと思うけどな、俺は。うん。じゃあ100%払うってわけじゃない？うん、うん。うんうん。100%ではない。なるほどね。割り勘になる可能性もあると。そうね。そうね、そうね。結構ね、これ日本だけじゃなくてね、いろんな国でも、やっぱり男が払うべきだっていう文化のところは多そうだよね。うん。なんだっけ、前ね、うん、TikTok、Instagram で見てたんだけど、
アメリカ人の女の子が、初デートをした相手が割り勘だったことですごいブチ切れてたのね。でもその理由は、私はこのデートのためにメイクアップもして、ネイル、爪、マニキュアとかね、手入れしてもらったりとかして、マッサージとかも行って、こう全部こう完全に整えてきて、このデートに来てるのに、飯代も払ってくれないのかと。ああ、なるほどね。それはちょっとまあ難しいなと思って。それは結構共感する女性の人多いかもしれないね。そうね。これはちょっと難しい問題だけど、これ世界中でね、しもう物議を醸してるだろうね。じゃあ木村だったらさ、この今言った中でもいいし、他にあったらそれでもいいんだけど、初デートするとします。どんなことされたらがっかりする？どんなことされたら、マナーだよね。マナーが、マナー。悪い子。なるほど。それって例えば、お店に行って店員さんにちょっと態度が悪いとかそういうこと？そう。確かにね、これはすごいあるだろうね。その、店員さんとの接し方とか、そうね、そういう言葉遣いとか。言葉遣いはそうだよね。言葉遣いとか、でも自分と話しての言葉遣いっていうよりは、そうだね。別の人との、話し方とかね、かな。なるほどね。周りに気遣えるかどうかっていうのもちょっと大事なポイントだよね。そう。例えばさ、ね、一緒にこう歩いてる途中で、なんかポイ捨てでもしたらね、それはありえないわけじゃん。そうだよね。ね、わかる。わかる。そういう細かい仕草とか、言動とかで結構素が見えたりするからね。そう。そうね。結構日本人っぽいので、俺思いついたのは、なんか箸の使い方が汚い人とか。箸はね、結構俺も見るポイントではある。そう、やっぱり大事？大事っていうか、ちゃんとつかめてればいいと思うけど。食べれてるもんね、ちゃんとね。ね、そう。逆に、なんか、普通、箸の持ち方普通で、なんとも思わないけど、逆になんかすごいうまく使えてる人は、ちょっと尊敬するかな。なるほどね。確かにそういうのは結構あるかも。日本人ってさ、結構箸の使い方とか、なんか字の綺麗さとか、そういう細かいところを見て、その人の性格を判断したりするから、日本人がよく見るポイントではあるよね、そこはね。そうね。確かになるほどね。こんな感じで今日はデートについて話したんだけど、皆さんもね、もし日本でデートに行く機会があれば、今日話した内容をぜひ参考にしてみてください。はい。ということで今日は初デートについて話してみました。皆さんは初デートの時にがっかりした経験がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。